昔、京都では地震や大風、火事や飢饉が何年も続いていました。都はすっかり荒れ果て、羅生門を修理しようとするものもありません。やがて門には狐や盗人が住み着き、牢の上には引き取り手のない死者まで捨てられるようになりました。日が暮れると誰も近づこうとはしません。そんなある日の夕暮れ、一人の下人が羅生門の下で降り続く雨を眺めていました。広い門の下にいるのはただこの男一人だけでした。下人はただ雨が止むのを待っていたのではありません。長年仕えてきた主人から数日前に糸間を出されていたのです。帰る場所も仕事もない。このまま手段を選んでいれば待っているのは飢え死にだけでした。生きるためには盗人になるより他にない。下人はそこまで考えていました。しかし実際に悪へ踏み出すだけの勇気はまだありませんでした。下人は雨風を避けて一晩眠れる場所を探しました。目に入ったのは羅生門の牢へ続く幅の広いはしごでした。上にいるとしても捨てられた死者だけだろう。そう考えて下人ははしごを登り始めます。ところが途中まで登った時、暗い牢の中で濁った黄色い火がゆらゆらと動いているのが見えました。死者しかいないはずの場所に誰かがいる。下人は体を低くして息を殺しながら牢の上を伺いました。下人は音を立てないようにはしごを登り、恐る恐る牢の中を覗きました。そこには噂に聞いていた通り、いくつもの死者が無造作に横たわっていました。小さな火の光が届くのはほんのわずかな範囲だけです。その薄暗い光の中に一人の人間がうずくまっていました。背が低くひどく痩せた白髪の老婆です。老婆は右手に火のついた松の木片を持ち、長い髪をした女の死者をじっと見つめていました。下人が息を殺して見ていると、老婆は松の木片を床板の隙間へ刺しました。そして女の死者の首元へ両手を伸ばし、長い髪を一本ずつ抜き始めたのです。髪が抜かれていくにつれて、下人の恐怖は少しずつ消えていきました。その代わりに老婆への激しい怒りが心の中に燃え上がります。つい先ほどまで自分も盗人になることを考えていた下人はそのことさえ忘れていました。今の下人には老婆の行いが決して許してはならない悪に見えたのです。下人ははしごから牢の上へ飛び出しました。驚いた老婆は逃げようとしましたが、すぐに下人に捕まります。二人は死者の間でしばらく無言のまま争いました。しかし力の差は明らかでした。下人は老婆の細い腕を押さえ、太刀を抜いてその目の前に示しました。何をしていた？言わなければただでは置かないぞ。老婆は体を震わせながら黙ったまま下人を見上げています。その時、下人は老婆の生死が自分の意志に任されていることを知りました。すると激しい怒りは消え、後には冷たい満足だけが残りました。やがて老婆は震える声で答えました。
この髪を抜いてカツラにしようと思ったのです。老婆によれば、髪を抜かれている女も生きていた頃、蛇を干して魚だと偽り人に売っていたというのです。しかし老婆はその女を悪いとは思わないと言いました。生きるためには仕方がなかったのだ。そして自分も飢え死にしないために仕方なく髪を抜いている。だからこの女も自分を許してくれるはずだ。老婆はそう言って自分の行いを正当化しました。下人は太刀を鞘へ戻し、黙ったままその話を聞いていました。老婆の話を聞くうちに、下人の心にはある勇気が生まれていました。それは門の下で迷っていた時には持てなかった勇気です。しかしその勇気は前へ向かうものではありませんでした。下人は老婆を冷たく見下ろしました。それなら俺がお前から着物を奪っても恨むな。俺もそうしなければ飢え死にするのだ。下人は老婆の着物を素早く奪いました。そしてすがりつこうとする老婆を突き倒すと、奪った着物を抱え急なはしごを夜の底へ駆け下りていきました。下人が去ってからしばらく後、倒れていた老婆はゆっくりと体を起こしました。まだ燃えている火の光を頼りに床を這い、はしごの口まで進んでいきます。老婆はそこから門の下を覗き込みました。けれども外にはただ黒々とした夜が広がっているだけでした。雨の音だけが暗い都に響いています。下人の行方は誰も知らない。